登山計画。2010年7月、東京都在住の A さんは電車内で富士山の姿が見えるとその美しさに魅了され、衝動的に富士山を登頂することにしました。富士駅で下車し、タクシーで富士宮5合目まで行き、そこから山頂を一気に目指します。6合目から9合目までにある山小屋には寄らずに山頂を目指し、頂上に到達したら来た道を戻って下山するというルートです。A さんの登山経験はほとんどありません。過去に地元の高尾山を登ったことがある程度で登山に関する知識もありませんでした。富士山を登る予定もなかったのでしっかりとした計画も立てていません。この突発的な登山が多くの危険や苦しみを招く原因になるとは予想もしていませんでした。2010年7月、登山当日、A さんはすぐにタクシーを捕まえ、富士山の5合目を目指すことにします。道中、タクシーの窓から見える景色は変わり、徐々に標高が上がるにつれて、眼下に広がる風景も壮大になっていきます。ドライバーとの会話を楽しみながら、やがて目的地である5合目に到着しました。富士山は標高3776メートルでご存知のように日本最高峰の山です。標高が高くなるにつれて気温も低くなり、夏場でも夜になると10度を下回ることも多くあります。しかし A さんは突発的な登山だったため、T シャツにジーンズにスニーカーという登山には全く適していない軽装でした。また全体的に傾斜が急で一部、岩もあるため最も簡単なルートでも登山靴やヘッドライトなど最低限の登山道具は必要です。その他にも軽食や飲料水は必須ですが、それすらも用意していませんでした。また A さんがタクシーで5合目に到着した時刻は17時。入山したとされる富士宮ルートから山頂までの距離は上りも下りも約 4.3km というコースです。時間にすると上りで約5時間、下りは約3時間かかります。そのためコースタイム通りに進んでいっても山頂に到着するのは22時。富士宮ルート5合目の登山口に戻ってくる頃には翌日の1時になるという計算になります。さらにこの時期の富士山は19時頃に日没になりますので、入山してから2時間後には周囲は暗くなってしまいます。しかし A さんはためらうことなく山道に足を踏み入れました。A さんはこの危険性を理解していなかったのでしょう。意気揚々と入山した A さんは山頂に到着したら、どんな絶景を見ることができるのかと期待に胸を膨らませて、スタートから一歩一歩確実に登っていきます。標高が上がるにつれて周囲の景色が壮大に変わり、木々が少なくなり、やがて雄大な景観に変わっていく様子に目を輝かせながら歩みを進めていきました。6合目付近からは岩場や急な斜面が多くあります。また石や砂で覆われて滑りやすいので、登山靴だとしても滑落の危険があります。A さんはスニーカーだったにもかかわらず躊躇することなく、どんどん歩みを進めていきます。何度か小さな石に足を滑らせ転びそうになりましたが、幸いにも大きな問題もなく、標高3250メートルの8合目まで到着しました。一切登山道具を持たずにここまでたどり着いたのは奇跡と言えます。しかし8合目を過ぎると残雪が見られ足元が不安定になってきます。足元が滑って歩きにくい。富士山は7月なのにまだ雪があるんだ。と初めての富士山に驚きながら注意深く進んでいきました。それでも軽装の A さんにとっては想像以上に歩きにくく、足元も暗いので何度も転倒してしまいます。この辺りの気温は10度を下回ります。寒さに暗闇という過酷な条件の中、A さんは歩みを進め、なんとか標高3590メートルの9合5尺まで到達することができました。しかしこの辺りから体に違和感が出始め、軽度の頭痛や吐き気などの症状が現れ始めます。さらに9合5尺における7月の平均気温は、夜になると気温がさらに低下し、体感温度は氷点下に近い状態でした。
7月なのに富士山はこんなに寒いのか。とつぶやきながらも頂上までは残りわずかであったため、20代の若さと体力を頼りに山頂へ向かいました。しかしすぐに限界は訪れました。先ほどから感じていた頭への激痛に耐えられなくなり、その場にうずくまってしまったのです。この時 A さんは重度の高山病を起こしてしまいました。ほとんどの人は1日で1500から2000メートルの高度まで問題なく登ることができます。しかし2500メートルに達すると約 20%、3000メートルに達すると約 40% の人が高山病の症状が現れるとされています。また24時間以内に2500メートル以上の高度を上昇する際も高山病のリスクが顕著に増大するのです。さらに富士宮コースは登山が標高2380メートルと他のルートと比べて最も高いルートで、富士山の中でも高山病の発症リスクが高いコースでした。さらに A さんは飲料水も用意していなかったので、脱水症状も同時に併発した可能性があります。さすがの A さんもこれ以上続行が困難であると判断し、九合五尺から下山を決意しました。時刻はすでに21時45分。周囲が完全に暗闇に包まれていました。A さんが今いる場所から5合目までは最低でも3時間はかかります。激しい頭痛が襲う中、自力で下山していきますが、氷に近い状態の雪の上を何度も転び落ちそうになります。ライトを持っていなかったため、足元もろくに見えず、どこを歩いているのかも不明瞭な状態でした。一刻も早く安全な場所にたどり着きたいという焦りや、もし自分が何かあった場合を考えるとさらに不安が募ります。ここに来て初めて A さんは身の危険を感じたのでした。それでもなんとか自力で下山し、標高3250メートルの8合目まで到着しましたが、高山病による深刻な頭痛と脱水症状により、ついに A さんの体力は限界を迎えてしまいます。これ以上一人で下山するのは難しいと考え、救助要請をします。富士登山をしましたが、道が暗くて帰り道が分かりません。寒くて動けなくなってしまったので助けてください。と救急隊に状況を説明。救急隊は A さんに、その場から動かないようにしてください。すぐに救助隊を向かわせます。と指示しました。しばらく待機していた A さんでしたが、なんと急に下山を始めてしまいます。なぜ下山を試みたのかは不明ですが、7月の富士山8合目は夜になると氷点下近くになるので寒さに耐えることができなかったのかもしれません。遭難者は不安から自分で道を見つけようと動いてしまうことがよくありますが、通常救助を要請した後はその場に泊まるのが基本です。理由は動き回ることで現在地がわからなくなり、救助隊が位置を特定するのが難しくなるからです。ただその場所が待つのに適した場所なのかを考える必要もあります。救助を待つ場所として適しているのは雨風をしのげるかどうか、ヘリコプターから発見しやすいかどうか、そしてヘリコプターでの収容が可能かどうか、といった条件が整っている場所です。そのため場合によっては適した場所に移動しなければならないこともあります。ただ今回のように救助要請が特定の場所から出されている場合、救助隊はその場で止まっている方が捜索しやすいと判断し、A さんに動かないようにと指示を出したと考えられます。A さんが下山しているとは知らず、山岳救助隊は救出のため8合目を目指します。救助要請から少し経った頃、富士宮市消防本部から連絡を受けた静岡県富士宮署が状況を確認するため連絡を入れます。すると予想外の返答が返ってきました。もう大丈夫ですから。自力でゆっくり降りています。と救助要請を取り消し、自力で帰れると説明したのです。A さんはある程度下山をし、高度が下がったことで激しい頭痛も一時的に和らいでいました。高山病は軽症であれば、高度を下げることで症状が改善することもありますが、中等症から重症になってくると高度を下げただけでは症状は改善しません。しばらく足を進めましたが再び、激しい頭痛が彼を襲います。A さんはその場にうずくまり動けなくなってしまいました。しかし一度取り消してしまった手前、
再度助けを求めるのをためらっていました。一方、警察は先ほどの電話内容に不安を覚え、A さんに再度連絡を取ることにします。本当に大丈夫ですか？今どこにいますか？警察は A さんの安否を確認します。しかし A さんは黙ったまま、風の音だけが受話器から聞こえます。警察は改めて状況を確認すると、やっぱりダメです。もう動けません。と再び助けを求めたのです。A さんは薄着での長時間の露出により低体温症を患っていた可能性もあり、命にも危険が及んでいる状態でした。そして最初の救助要請から約2時間が経過した時、救助隊が標高2490メートルの6合目付近に到着すると、霧の中からふらふらと一人の男性が現れます。救助隊は、A さんですか？と声をかけると、そうです。と弱々しい声が返ってきました。なんとか救助された A さんでしたが、救助隊はその服装に驚いたといいます。男性は T シャツの上にカジュアルな長袖のカッターシャツを羽織っており、ジーンズにスニーカーを履いただけの普段着姿。手ぶらで、防寒具はもちろんライト類も食料、飲料水すら用意していませんでした。救助隊の隊長は、夏山だからと軽装で登る人は多いが、軽装にも程がある。と唖然としたと言います。すぐに救助隊は防寒用ジャンパーを手渡しながら、こんなに寒い中軽い気持ちで富士山に入っちゃダメだ。と強い口調で注意しました。A さんは疲れ切った様子で、はい、すみませんでした。ごめんなさい。と救助隊に謝罪したそうです。そして救助隊と共に無事に下山。残雪に足を取られ何度も転倒しましたが、幸い大きな怪我もありませんでした。事故後に富士宮警察署は、助かったのは非常に運が良かっただけだ。一歩間違えれば死ぬ可能性はいくらでもあった。と富士山の厳しさについて注意喚起をしました。また専門家からの意見は、夏は麓が暑いから山の寒さが頭から抜け落ちてしまいがちだ。しかし夏山は天候が変わりやすく、雨に降られると急激に気温が下がって凍死することも珍しくない。と富士山の厳しさについて語りました。事故原因。今回の場合は残雪こそ残っていたものの、雨も降りませんでしたので万全な準備をしていれば決してコンディションが悪いとは言えない状況でした。しっかり準備をしていれば登山を楽しむことができたかもしれません。しかし A さんは、電車の窓から見えた富士山が綺麗だったから登ろうと思ったと軽い気持ちで富士山に挑んでしまいました。登山道具も持たず大きな事故もなく、下山できたのは奇跡と言えるでしょう。富士山は整備が行き届いていますし、日本一有名な山であるため、多くの人は富士山を簡単に登れると考えがちです。しかし実際には容易ではないことを認識する必要があります。また専門家はこう言っています。夏の富士山は初心者でも十分に登ることができる。だが、自分の体力や体調を見極めた上で、念入りに装備を整えて余裕のある登山計画を組むことが必要である。と警鐘を鳴らしています。A さんのように軽い気持ちで富士山に登り、遭難してしまったというケースは後を絶ちません。過去に冬山の富士山で日本公演のために来日していたオーストラリア人の演奏家の男性が富士山の9合目付近で登山道から300メートル滑落し、頭を強打して亡くなるという事故がありました。この事故も積雪に対する十分な装備を持っていなかったことが原因の一つと指摘されています。また富士山は2013年に世界文化遺産に認定された後、シーズンごとに約30万人が訪れる人気の登山地となっています。この登山ブームを象徴するように山があるという言葉も生まれました。しかし多くの人が気軽に登山を楽しもうとする中、富士山での事故は年々増えています。ご存知のように富士山は標高が高く、周囲に他の山がない独立峰であるため、天候が変わりやすい厳しい条件の山です。
ただこの事実はあまり認知されておらず A さんのようにスニーカーやジーンズなどカジュアルに登山を試みることはリスクが伴うということを理解しなければなりません。富士山の登山道は他の高山と比較して整備されてますが、多くの小石が散らばっていますし、岩場も多いため、登山に適した靴が必要です。スニーカーはアスファルトの道を歩くことを想定しており、靴底が柔らかく耐久性も登山靴に劣るため、登山靴の着用が推奨されます。さらに富士山は夏場でも気温が氷点下に落ちることがあります。天候などによっては夏でも低体温症を患う危険もありますので、防寒具はしっかりと準備するようにしましょう。日本一有名な富士山であっても決して簡単な山ではありません。日本一標高も高く様々なリスクがあることをしっかり理解した上で登山を楽しむようにしましょう。今回もご視聴いただきありがとうございました。